皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1110日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1180名、戦車6両、装甲戦闘車14両、砲58門、多連装ロケット3両、防空システム2機、ドローン190機、その他車両143両、となっています。戦線全体では、1日で124回の地上戦の報告があり、アメリカのウクライナ支援停止に合わせて、ロシア軍の攻撃回数は3割ほど増加しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ポーランドのトゥスク首相は、今後数年のうちに、欧州はロシアと戦争になる可能性があると警告し、我々が独自の核兵器を持てば、今より安全になることは明らかで、疑いの余地がないと核武装について述べました。首相は、続けて、ウクライナは核兵器を放棄して侵略を受けた。我々も道のりは遠いかもしれないが、独自の核兵器を取得したいと核兵器を持つことが自国の安全保障に不可欠であるとの認識を示しました。さらに、ポーランドは防衛費を GDP の 5% に増やすほか、ロシア軍は130万人でウクライナ軍は80万人だと説明し、ポーランド軍を50万人規模にする意向を示しました。このような発言の背景には、トランプ大統領がウクライナへの軍事支援を停止する決定を行って以降、ポーランド国民の間で自国の安全保障に対する不安が急速に高まっていることが挙げられます。トゥスク首相は野蛮人をなだめようとすると、こういうことになると、ロシアと融和的な姿勢を取るアメリカを批判しました。2番目。ドイツのメディアは一斉に選挙で第一党となったメルツ氏率いる CDU、CSU と選挙で敗北し、第三党となったシュルツ氏の SPD が政権樹立に向けた合意文書を発表したと伝えました。その中には、防衛・インフラ整備に関する大規模な資金パッケージと債務規律の撤廃、ウクライナ支援を継続することが盛り込まれています。正式に合意すれば、650議席のうち328議席を占めることになり、過半数を確保することになります。3番目。ガーディアン紙は、ウクライナ海軍のネイジパパ司令官のインタビューを掲載し、クリミア大橋は破壊されることになると示唆しました。司令官は、クリミア大橋は過去2回の攻撃で大きな損傷を受け、もはや鉄道で大型貨物を輸送することができなくなったと指摘し、神は三位一体を愛するということわざを使い、ロシアではクリミア大橋を破壊する第三次作戦があると議論しているらしいと述べました。また、クリミア大橋を破壊する具体的な方法については触れませんでしたが、ロシアがウクライナの水上ドローンに対抗するかなり有効な方法を開発したと述べ、我々は FPV ドローンを運搬し、ヘリコプターを撃墜する能力を持たせたと、ウクライナ軍の水上ドローンが進歩していることを説明しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に英語の副音声を公開しています。
北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。気温は昨日と同じ最高気温15度、最低気温1度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面で、ルジアンは他の戦線から戦力を引き抜いて、スジャの補給線の遮断を戦術目標に大規模な攻撃を仕掛け、26回攻撃を行い、31回の空爆を実施しました。ロシア軍はトランプ政権のウクライナ支援停止を利用して攻勢を仕掛けていて、ジャーナリストは、ウクライナ軍はクルスクからの撤退か、籠城して徹底抗戦するか選択を迫られているとセンセーショナルに伝えています。これについて RBC ウクライナは独自情報源としてウクライナ軍は包囲されておらず司令部の撤退の計画もないと伝えています。1番目。スジャではルジアンが特殊作戦を行いました。クルスクで活動するジャーナリストとのプトゥソフ氏はルジアンがスジャのガスパイプラインのトンネルを使い、ウクライナ軍の背後に回ったと伝えています。一方、ウクライナ軍の外相公は、詳細に記事を書き、それによると、100人のルジアンの破壊工作、偵察部隊が、すでに使われなくなったガスパイプラインを通って、スジャの市街地に向かった。ウクライナ軍は、事前に察知して出口で待ち構えていたため、出口で地上戦となり、ロシア軍は、80% の損失を出して壊滅し、この計画は失敗に終わったと書きました。また、決定的な瞬間に、ルジアンたちは、出口が塞がれて撤退が不可能になり、無線通信では、ルジアンたちがパニックになったと伝えています。こちらは、戦況図に変更はありません。2番目。ウクライナ領のノベンケの南では、昨日に引き続き、ルジアンが攻勢を仕掛け、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第116強度防衛旅団のもので、地図の場所でルジアンが活動しているのを観察しているところとなっています。今のところは、戦況図に変更はありません。3番目。レベデフカでは、6日の動画でルジアンが前進した可能性があるとお伝えしましたが、その後集落中心にある学校の裏庭で、ルジアンが旗を掲げて奪還を主張しています。戦況図では、この場所まで約200メートルほどルジアンが前進し、奪還したとして更新しました。4番目。ニコルスキーでは、ロシア軍が集落に正面突撃を行い、ウクライナ軍が地上部隊を出して応戦しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第4特殊作戦部隊のもので、地図の場所で部隊が作戦行動する様子の一部となっています。これによりルジアンは排除されましたが、戦況図では、この場所までウクライナ軍の占領地を縮小させ、係争地が250メートルほど拡大したとして更新しました。4番目。マラヤロクネの東にあるチェルカスカヤポロチノエでは、位置情報付きの映像によるとルジアンが集落に突入しました。ルジアンは地図の境界の隣の建物で旗を振って奪還を主張しています。この場所は昨年の9月以降、ウクライナ軍が占領していましたが、戦況図では集落の北半分をルジアンが奪還したとして更新しました。面積は5平方キロになります。それ以外では、ルジアンは接触線の前週にわたり攻撃を仕掛けていますが、ウクライナ軍が応戦し、奪還には至っていません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは4回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、今日もルジアンに成果はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベ・クレミンナ戦は17回、シベルスク周辺では2回、
チャシフヤール方面では9回、トレツクの方向は26回攻撃を行いました。クピャーズク方面。この方面では、ルジアンはオスキル川を渡過し、ウクライナ軍の防衛線の弱点を探り、日和見的な攻勢を仕掛けています。そのうち、クピャンスクの北のフィホリフカでは、複数の情報を総合すると、ルジアンがトカポイントを拡大させている情報があり、戦況図では、その範囲を、係争地からルジアンが占領したとして更新しました。面積は3平方キロになります。チャシフヤール方面。この方面のルシアン軍も、アメリカ支援の停止をきっかけに攻勢を強化し、チャシフヤール市街地を抜け、10キロ先の要衝コスティアンティノフカの占領を目標に作戦を開始しました。そのうち、チャシフヤール市街地の高層アパート街では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の追加走行を施した救急車両が高層ビル街に入り、負傷者を運び出して戻るところが確認でき、この場所が係争地となったことが確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第24アイダル突撃大隊のもので、地図の場所の様子となっています。戦況図では、係争地が400メートルほど拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面で、ウクライナ軍は、虫食い場に突入して奪還を進め、ルシアン軍は追加の部隊を投入し、激しい市街戦となっています。そのうち、南側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が前進し、奪還した範囲が拡大しました。確認できるところでは、住宅地北側で、ルシアン軍のドローンが確認でき、3月5日にウクライナ軍が突入した交差点の近くの家では、ルジアンが対戦車砲を使っているところが確認でき、その位置関係から接近した市街戦となっていることがわかります。戦況図では、ルジアンの占領地を最大700メートルほど縮小させ、係争地の拡大として更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では24回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で7回攻撃を行いましたが、いずれもウクライナ軍が撃退し、反対にウクライナ軍の前進も確認されず、戦況図に変更はありませんでした。後方地域。今日もルシアン国内で様々な異常現象が確認されています。1番目。ウクライナ国境から800キロ離れたレニングラード地域にあるキレシネフテオルグ新鉄製油所にドローン攻撃があり、地元当局は3機のドローンを撃墜し、1機の破片が燃料タンクを損傷したと主張していますが、映像では遠くの方で地面が大きく明るくなっているところが確認でき、大規模な火災が発生しているのが確認できます。攻撃は、ウクライナ軍事情報局 HUR が行った作戦の一環で、現時点では、損傷の程度は不明となっています。この製油所は、ルシアン国内最大の石油精製所の一つで、年間の処理能力は2000万トンを超え、自動車燃料など様々な石油製品を製造しています。2番目。また、HUR の情報筋によると、モスクワとボロネジで、ディーゼル機関車2両が炎上し、運行不能になった情報があります。以前の動画でもお伝えしましたが、ルシアン国内では、貨物輸送が崩壊状態にあり、機関車も部品の交換ができず稼働できないものが増えています。そのような中で使用できる機関車が減ると、物資の輸送に、さらに大きな支障が出ることになります。3番目。国境から110キロ離れたブリャンスクで6回の爆発が観測され、ルシアン軍向けの缶詰など食料を作っている工場が炎上しています。ルシアン軍ではミサイルジェットドローンのペクロが使用されたと主張しています。4番目。写真などはありませんが、速報では
レザン製油所にもドローン攻撃があり、5回程度の爆発音が聞こえたとのことです。レザン製油所は1月にも攻撃を受けており、ウクライナ軍は主要な製油所に複数回の攻撃を行い、稼働を阻止し続けようとしています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ州でのみ4回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、今日も戦況図に変更はありませんでした。ドニプロ川方面。一方、アントノフスキー大橋では、位置情報付きの映像によると、ロシア軍が地図の場所に攻撃を行っていて、この場所がウクライナ軍の支配下にあることが確認できます。ご覧いただいているのは、ロシア軍のドニプロ旅団のもので、地図の場所にあるアントノフスキー大橋を観察しているところとなっています。この場所は、ウクライナ軍の支配地としていますので、戦況図に変更はありません。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するTwitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。